あなたが家族から向けられている愛情は正常ですか？今からおよそ1年半前の2020年夏、ウクライナのザポリージャ。そこに夜な夜な一人で穴を掘る中年女性がいました。ある壮大な計画のため、暗闇の中を無我夢中で土をかき出していたんです。ところ変わって2019年10月のコロンビア・ボゴタ。こちらでは若くて美しい女性が赤いロープを持って歩いています。彼女が向かっているのは知り合いの歯医者。さて、先ほどの穴を掘る中年女性とこの歯医者に向かう美女。一見何の共通点もない2人なんですが、実はこの2人全く同じ目的を持っていたんです。それは家族の脱獄。驚くべき方法で家族が刑務所から脱獄するのを手伝おうとした女性たち。厳重な警備の隙を突く大胆な彼女たちは一体何をしたのか。その方法は恐ろしいほど執念深いものだったんです。おソースケンちゃんです。韓流ドラマでお肌がトゥルトゥルやみやみこです。トゥルトゥル。さて本日はね、親子の脱獄スペシャルなんですけど、僕はねこの話聞いた時に、親子愛って何、そんなのありみたいなことを思っちゃったんですよ。親子の脱獄スペシャルっていうネーミングからして意味が分かんないんだけどさ、アルゴメトリって今までいろんな親子取り上げてきたけど、結構異常ななんか親子愛というか、娘息子が変な感情を親に持っちゃってるけど、逆もしかりみたいなこと多いわよね。そうっすね。まあもうアルゴで紹介する時点でもう変なんですけど、特にね本日ご紹介する親子もねより一層やっぱ変なんですよね。この動画をね見た後にね、ネットの皆さんがどう考えるかどう思ってるかね、ぜひちょっとコメント欄でね教えていただければと思います。ということで、まずは冒頭でもご紹介した穴を掘っていた女性の計画の方から紹介していきたいと思います。母の執念。遡ることおよそ1年半ほど前の2020年の夏、ウクライナの南東部に位置するザポリージャが今回の舞台。ザポリージャ近郊に 200km ほど離れたウクライナの都市ニコラエフから引っ越してきた一人の女性がいました。彼女の名前はエリー、51歳。エリーはザポリージャにいる愛する息子に会うためにここまで引っ越してきたんです。普通息子に会うためだけに引っ越しまでするでしょうか。実はこの親子にはある問題があったんです。それはエリーの息子が刑務所に収監されている受刑者だということ。エリーの息子は殺人を犯して終身刑を下された囚人で、ウクライナの中でも特に凶悪犯が集まる刑務所に収監されていたんです。殺人犯でもエリーにとっては大事な息子。刑務所にいる息子と簡単に会えるわけではないんですが、エリーは平気でした。なぜならエリーには毎日やることがあったから。エリーは毎晩誰もいない雑木林へ向かい、あることを行っていました。そのあることとはトンネル作り。エリーは暗闇の中髪を振り乱して一心不乱に土をかき出していたんです。早く掘らなければ、愛する息子のために。エリーが掘っていたトンネルの行き先は息子のいる刑務所。トンネル掘って息子脱獄させようとしてんのこの人。いやめちゃくちゃベタ。もういくらなんでも無理じゃない？女性一人で穴掘るのはこれだけ。雑木林から刑務所までね10メートルぐらいあったんですよね。なのでね、51歳のエリーがね、掘るって結構無理ですよ。僕らでも10メートルも穴掘るって結構大変じゃないですか。大変よ。10メートルって長いわよって掘る距離で言ったら。それでもね、エリーは諦めなかった。エリーの穴掘り作業は毎晩続き、黙々と続けていくことを3週間。トンネルはかなりの大きさに達していたんです。その大きさは高さが3メートル、長さはなんと約10メートル。さらに驚くべきことに、エリーがこれほど巨大なトンネルを掘った手段は手作業だったんです。すげえな。近所の住民に気づかれないように細心の注意を払って静かに掘り進めたため、エリーは音が出る電動の道具を一切使いませんでした。つまりエリーが10メートルのトンネルを掘るのに使っていた道具はシャベルやツルハシなど原始的な道具のみ。エリーの行動は徹底していて、家から雑木林へ行くときは音の静かなスクーターを選んでいたそうなんです。作業は人目のつかない夜間にのみ行いました。こうしてエリーはたった一人の力で巨大なトンネルを掘ったんです。全部手作業、しかも夜だけでしょ。それで3週間で10メートルって普通にすごくない？いやめちゃくちゃすごいですよ。もう僕が51歳だったら10キロぐらいいっちゃうかもしれないですね。はい。息子は逃げさすことはできたんでしょ結局。それがですね、なんとも皮肉な結末を迎えてしまったんです。深すぎた愛情。
愛する息子が待つ刑務所へ向かって順調に進んでいた穴掘り作業。しかしトンネルの長さが10メートルを超えた頃、事態は急展開を迎えました。なんとエリーが不審な行動をしていると通報されてしまったんです。捜査に訪れた警察はエリーが10メートルもの巨大なトンネルを掘ったと知り、そのあまりの大きさに驚いたんです。だろうな。しかし警察を驚かせたのはそれだけではなかったんです。捜査の中でエリーが使っていたガレージの扉を開けた時、警察は信じられない光景を目にしました。なんとガレージに入っていたのは3トンの土。エリーは簡易的な滑車を使い、穴から掘り出した土を一人でガレージに運んでいたんです。その量はトータルでなんと3トン。エリーはここで逮捕されることになったんですが、エリーが逮捕された時、トンネルは息子がいる刑務所の直前にまで迫っていました。ウクライナ国民の中にはエリーの行動を惜しみない無償の母の愛だと感動する声も多くあったんです。逮捕されたエリーはおとなしく罪を認め、こう言いました。ただただ息子を脱獄させてあげたかった。確かにすごいわね。今回ね、エリーが問われた罪は逃走援助罪なんです。というわけでね、本日のメトラキーワード、逃走援助罪について。刑法100条に定められる逃走援助罪とは、犯罪者が逃走できるように道具を用意したり手伝ったりした場合に適用されるんです。これは刑務所にいる人を脱獄させる場合だけではなく、現行犯逮捕を妨害したり緊急逮捕された人の逃走を助けた場合にも当てはまるんです。エリーの作戦はまさに犯罪者が逃走しやすくする行為なので、彼女が取った行動にはこの罪が適用されるんです。ちなみに逃走の援助については、その逃亡が失敗しても罪になるため、実際には息子を脱獄させることは叶いませんでしたが、彼女は罪に問われました。成功しなくても手伝った時点で罪になっちゃうんだ。そりゃそうっすよ。じゃないとだってみんな手伝っちゃうからね。しかもね、犯罪者自身よりも逃走援助した人の方がね、罪がね重くなるんですよ、基本的には。逃げた人よりも手伝った人の方が重罪になるっていうのがちょっと不思議な系、これね。日本ではですね、逃走援助罪は懲役5年以下の罪に問われるんですよ。まあでもですね、実はね、もっと重い高刑罰を設けてる国もあるんです。続いてはそんな国で起こった大胆な脱獄劇をご紹介していきたいと思います。垂れ下がる赤いロープ。遡ること2年ほど前の2019年10月、コロンビアのボコタ、とある歯医者に設置された防犯カメラの映像が国民の間で大きな話題になったんです。防犯カメラに映っていたのは診察室にいる患者の女性。一見すると普通の映像なんですが、その女性は診察室で一人になった瞬間、窓に近づき、窓から脱出。なぜ女性が歯医者の窓から脱出する必要があったのか。実は彼女は悪名高い犯罪者、しかも刑が確定し服役したばかりの囚人だったんです。服役中に普通の歯医者さん行けんの？そうなんですよ。日本ではね難しいんですけど、コロンビアではね条件が揃えば可能なんです。犯罪者がね簡単に逃走できるっていうこと自体でもね、この映像ね衝撃的なんですけど、もっとね国民の注目を浴びた点があるんです。この逃亡劇が国民の注目を浴びた理由としては、協力者の存在があったんです。歯医者の窓から見事に逃亡を果たした女性はアイダ・メラノ・レボレド、38歳。なんとレボレドは4年間の下院議員として働いた後、2018年の選挙で上院議員に当選した若く美しい元国会議員でした。容疑は選挙での不正行為。2018年の選挙で不正を働いたことが明るみになり、翌年2019年に有罪判決を受けていたんです。レボレドは当選票の買収や汚職、武器の不法所持など様々な不正を働いていました。数々の罪を犯したレボレドは15年の懲役刑を下され、コロンビアの首都ボゴタの刑務所に服役していたんです。レボレドが外出先の歯医者から逃亡を果たしたのは服役を開始してからわずか2週間後のこと。いくら治療のためとはいえ、囚人のレボレドが刑務所の外に出るには付き添いの刑務官がいるはずなんです。それにもかかわらず、レボレドはなぜこれほどまでスムーズに脱出することができたのか。彼女の逃亡が成功した理由はただ一つ。この逃亡劇を主導した協力者がいたんです。協力者とはレボレドの21歳の娘、アイダ・ビクトリア・メラノでした。娘21歳で母親の脱獄主導するとかただもんじゃないわね、この人。驚きっすよ、しかもねこの逃亡劇ってもう映画のようにもうめちゃくちゃ大胆なんですよ。具体的にねどうやって逃亡したのか見ていきたいと思います。2019年10月のある日、午後3時頃、レボレドは刑務官と運転手と共にボゴタの歯医者へ向かいました。レボレドたちが歯医者に到着した時、すでに歯医者にはレボレドの娘ビクトリアとまだ未成年の息子が待っていました。そして娘と息子の顔を見たレボレドは涙ながらに主張したんです。お願いです。治療する時だけでも家族と一緒に過ごさせてください。レボレドの思いに根負けした刑務官は治療の間だけという約束で許可し、待合室で待機することにしました。数分後、診察室から出てきた子供たちは待合室にいる刑務官とたわいもない
ない話をし始めます。そして刑務官が子供たちと話をしていると、なぜか歯科医も診察室から出てきたんです。つまりこの瞬間、診察室にいるのはレボレドただ一人。嫌な予感が頭をよぎった刑務官は慌てて診察室へ駆け込みました。するとそこには無人となった診察室が。だろうな、畜生！刑務官が開かれた窓から下を覗くと何かが垂れ下がっていたんです。それは赤いロープ。どこからゲットしたんそれ。赤いロープをたどると、橋は診察室の机に縛り付けられていました。歯医者があるのは医療センタービルの3階。なんとレボレドはロープを使いビルの3階から地上へと降り立ったんです。レボレドの逃亡の一部始終は診察室の防犯カメラに加えてビル周辺の防犯カメラにも捉えられていました。赤いロープを使ってビルから地上に降り立ったレボレドは下で待っていた仲間のバイクにまたがり、そのまま逃げ去っていったんです。よりによって赤ってほんとなんか昼の3時でやってるし、映画みたいじゃないのよ。すごいっすよね、もうあまりにね、現実離れしすぎた逃亡劇だったんで、目撃者ね、たくさんいたんですけども、みんな誰も通報しなかったな。分け取られてたんですよすごいっすよね、でもこんな簡単に逃げられちゃうさ、警察も面目丸つぶれじゃないの。そうなんですよ。だからね、このね、逃亡した犯人たちっていうのに対して警察はね、躍起になってもめちゃくちゃ探してたんですよ。しかしここからね、さらに驚くべき事態が起こったんです。有名すぎる娘。逃亡したレボレドは海外に脱出する可能性も考えられるため、警察はインターポールに協力を要請。さらにレボレドに関する有力情報に対し懸賞金をかけるなど必死に捜索していたんです。その結果、逃亡から約3ヶ月後の2020年1月、レボレドはコロンビアの隣の国ベネズエラで恋人といるところを発見され逮捕となりました。もちろん彼女には重い懲役刑が下り、現在も服役しているんです。元政治家女性の大胆な逃亡劇はコロンビア国民の関心を引き、大いに注目を浴びる事件となったんです。しかし注目を浴びた理由はもう一つ、娘ビクトリアの存在なんです。ビクトリアは実はコロンビアで有名なインフルエンサー。彼女のインスタフォロワー数はなんと約250万人。レボレドの逃亡に必要な携帯電話やロープを用意し、刑務官の気をそらすように雑談に誘うなど、今回の脱獄で主体となっていたのは娘であるビクトリアなんです。レボレドが逮捕された後、防犯カメラをはじめ様々な証拠が見つかり、娘のビクトリアも逮捕され、ビクトリアに買収されていた歯医者の男も共犯として逮捕されました。驚くべきは母レボレドが逃亡した直後の娘ビクトリアの行動でした。なんとビクトリアは逃亡議員の娘の告白というタイトルで雑誌に出演。雑誌ではヌード姿まで披露し、隠れるどころか人々の注目を一身に集めたんです。ビクトリアは自分が逮捕されて刑の確定を待つ間にも SNS やメディアで際どいポーズのセルフィーや自身の宣伝活動を積極的に行っていたんです。いや、もう逮捕されてからも SNS 更新する、行動力すごいわねこの人。なんか日本だったらなんか炎上しそうっすよね。めちゃくちゃ炎上するわよこんなんやったら。ビクトリアはね、コロンビアでもねかなりの人気があって、もう今ではねめちゃくちゃファンいるんですよ。そんなビクトリアは現在裁判の中で無罪を主張しています。ずうずうしいな。もし有罪になれば懲役21年という重い処罰が下される可能性も考えられます。しかしビクトリアはそんな現実にも動じず強気の発言を続けているんです。重い刑を受けるかもしれないけど今の私は幸せよ。自身に対する疑惑さえビクトリアにとっては注目される材料なんです。強えな精神。一方、脱獄を行ったレボレドは再び刑務所に収監されてからは精神的にボロボロになり、独房内で自殺を図ったこともあるんです。この事件も親子の愛情ゆえの脱獄劇であったのかもしれないんですが、現在の2人の様子にはかなり温度差があるように思えるんです。罪から逃れたい気持ちは分からなくもないんですが、仮に脱獄が成功したとしても果たしてその先に本当の幸せはあるのでしょうか。僕にはとてもそうは思えません。